皆さんこんにちは、幸子です。アニメや漫画が好きな人にオンラインで日本語を教えています。今日は私が大好きな妖怪の話をしようと思うんですが、皆さんはこの妖怪たちアニメで見たことがありますか？一つは大人気アニメナルトのキュービクラマです。多分たくさんの人がこのキャラクターを知っていると思いますが、ナルトの体の中にいるすごい強いパワーを持った妖怪のキャラクターです。デザインの元になっているものは普通のキツネじゃなく9本の尻尾を持つキツネで、1000年以上前からいるすごく古い妖怪の一つです。もう一つはアニメダンダダンに出てくるターボババアという妖怪です。最近は、おばあさんの姿ではなく、こちらの、かわいい招き猫の、姿で出てくることが多いんですが、トンネルの中をハイスピードで走る妖怪で、1990年代に生まれた新しい妖怪です。でもアニメに出てくる妖怪は昔からある話や日本人がよく知っている話と結構違うことがあります。今回はこの2種類の古い妖怪と新しい妖怪について、日本人が知ってるオリジナルストーリーとアニメと何が違うのかという話をします。この話を聞けばきっともっとアニメが楽しくなると思います。ぜひ最後まで聞いてくださいね。妖怪とモンスターは違う？アニメゲームではたくさんの妖怪が出てきます。モンスターと同じようなカテゴリーで、大体はものすごく強くて怖いものが多いと思います。ナルトのキュービも人間では勝てないモンスターのような感じで悪いものとして最初に出てきます。でも妖怪はモンスターではありません。昔々日本人はこの世界で起こる不思議なこと、例えば夜の山で聞こえる変な音、地震や津波のような災害、病気は人には見えないよくわからないもの、つまり妖怪のせいだと思っていました。人の力では勝てない恐ろしいパワーを持ったイメージが妖怪にはありました。それが中国から仏教、ブッディズムが来た時、見えないもの、今まで絵にしなかったものが、例えば神様などですね、絵で描くという文化も入ってきました。その時から妖怪は絵で描かれるようになりました。こうして妖怪のデザインができました。それが1000年ぐらい前のことです。そして今から400年くらい前の江戸時代になると、たくさんの本が作れるようになりました。ポケモン図鑑みたいに妖怪の本も作られるようになって、たくさんの人たちが妖怪のことを分かるようになりました。江戸時代にはたくさんの妖怪が生まれました。日本には
どんな小さいものにも神様がいるという考え方があるので、ずっと使っているこういう、これをお椀って言うんですけど、カップとか、傘とかにも長い間使っていると妖怪になると思われて、たくさんの妖怪がこの時代に出てきたみたいです。日本人は何でもすぐキャラクターにしちゃう文化がありますが、昔からだったみたいですね。こうして妖怪は大きなブームになって、ハロウィンが日本に来るずっと前の江戸時代からお祭りで妖怪のコスプレをすることもあったみたいです。話を戻しますが、こんな感じで妖怪はよくわからない不思議なもの、怖いものという意味ですから、悪いことをするモンスターとは違うものだと日本人は考えています。ここからは最初に紹介した2種類の妖怪の話をしましょう。古代からいるアジアのキュービのキツネ。最初に古い歴史を持つ人気妖怪キュービのキツネの話です。キュービのキツネはいろいろなアニメやゲームに登場する有名な妖怪です。さっき紹介したナルトのキュービ、それからポケモンにもキューコンというポケモンが出てきます。先日妖怪展という展示エキシビジョンに行った時にも見つけることができました。これですね。アジア出身の皆さんは知っている人も多いと思いますが、キュービのキツネの話は日本だけじゃありません。中国ではドゥウェイホウ、韓国ではグミホと呼ばれていて、インドやベトナムにもキュービのキツネの話があります。私は大学の時に中国の妖怪と日本の妖怪について勉強したことがあるんですが、中国では古い時代キュービのキツネは隋中という平和ないい時代、いい皇帝の時代になると現れる素晴らしい生き物として出てきます。それがだんだん時間が経って全然違う姿になっていきます。このキュービのキツネは皇帝に近づく悪い女の姿になる妖怪として描かれるようになります。キュービのキツネは見たことがないくらい美しい女の人に変身して皇帝の力を自分のものにしてしまう、そんなお話が残っています。その中国の悪い狐の妖怪は今から900年ぐらい前に日本にもやってきて、玉物前という名前でたくさんの人に知られるようになります。玉物前はミステリアスで頭がいい美しい女の人で、鳥羽上皇という日本の天皇のお気に入りになります。でも彼女が鳥羽上皇の近くに来てから上皇は病気になってしまいます。そして病気の理由が玉物前の悪いエネルギーのせいだとわかります。玉物前を上皇から別れさせることで病気が良くなると考えた人たちは彼女を追い出すことにしました。
すると賜物前は9つの尻尾のある狐、2つの尻尾のという話もありますが、その狐になり逃げましたが、上皇の家来によって倒されて石になりました。その石は今でも日本の栃木県にあって、少し前にこの石が2つに割れて妖怪ファンたちはびっくりしてしまいましたが、今でも石の周りには草もなくて動物も近寄らないと言います。これが日本でも一番有名な九尾の狐の話です。他の国の話でもそうですが、この狐の妖怪は美しい人に変身できる力があるというのがポイントです。九尾の狐だけでなく、日本では昔から狐は神様のメッセンジャーだったり、人に変身できるすごいパワーのあるミステリアスな動物として他の動物とは違う特別な動物でした。だからアニメでは力のある神様に近いキャラクターが狐のデザインだったり、美しくてミステリアスだったりします。私の大好きな悠々白書の陽子クラマも美しくてかっこいいキャラクターです。ナルトのアニメでは九尾はこうしたイメージは全然なくて、人が勝てない強いキャラクターとして描かれていました。ですから最初見た時、新しい九尾のイメージだとちょっとびっくりしたんですが、九尾の狐の危険で悪いイメージや1000年生きるところ、強くて特別な力があるという特徴がもっと強調した姿になっていました。ナルトの九尾クラマは最初悪いキャラクターでしたが、だんだん変わって最後にはナルトの素晴らしいバディになるというお話でしたね。アニメによって妖怪のイメージが少しずつ変わっていくのも妖怪の歴史の一つのパートとして面白いと思います。新しい妖怪ターボババア。九尾はすごく古い妖怪でしたが、妖怪は昔からいるものだけではなく、実は今も日本のどこかで静かに生まれていたりします。新しい妖怪は都市伝説と言われる街の中で話される嘘か本当かわからない怖い噂、不思議な噂から生まれることがよくあります。これから紹介するターボババアも日本のいろいろなトンネルの都市伝説から出てきた新しい妖怪です。ちなみにターボババアのババアという言葉はおばあさんという意味です。ターボババアという名前だし妖怪なので問題ないんですが、ババアという言葉は普通のおばあさんに言うととてもとても失礼なので絶対に使わないでください。アニメダンダダンでこの妖怪はトンネルの中をすごいスピードで走り、主人公のオカルンのことを追いかけてくるとても怖いおばあさんでした。しかもただ速く走るだけじゃなく、いろいろなパワーを持っていて力も強いし、変な呪いもかけられるし、姿を変えることもできる恐ろしい妖怪です。
このターボババアのオリジナルの話は1990年代の都市伝説。トンネルを車で走っている時、車と同じスピードで走るおばあさんを見たとか、そのおばあさんが窓を叩いたという話が日本のいろいろなエリアのトンネルであります。ただ追いかけられるというパターンもあれば、運転の邪魔をしてくることや、その妖怪より速く走らなければ事故が起こるとか、呪われるという怖いパターンもあります。この妖怪は兵庫県にある六甲山の高速道路で出るという噂が有名ですが、日本全国のトンネルで似たような話があります。名前もターボババアの他にいろいろな名前があって、ターボおばあちゃん、100キロババア、ジェットババア、ダッシュババアとか、エリアによって名前が違います。この速く走る妖怪たちのエピソードをまとめて、ターボババアの話が作られたんだと思います。ダンダダン以外でも有名な妖怪漫画アニメの地獄先生ヌーベイにも同じようなハイスピードで走るおばあさんの妖怪が出てきます。昔話には山に住んでいる怖いおばあさんが包丁を持って追いかけてくるという話が多くて、子供の頃話を聞いてすごく怖かった思い出があります。新しい妖怪のおばあさんは、そんなおばあさんが追いかけてくる伝統的な妖怪のストーリーと、現代の一人で暗いトンネルを運転する怖さとか、事故の不安などがミックスして生まれた妖怪なのかもしれませんね。ということで、今日は有名な古い妖怪と新しい妖怪について話してみました。1000年前の古くてすごいパワーの妖怪、トンネルで生まれた新しいおばあさんの妖怪。妖怪って言っても、妖怪によって出てきた時代やそのバックグラウンドが違うことが分かりましたでしょうか。妖怪の話は他にも本当にたくさんあります。今日の妖怪が面白かったという人はぜひいいねをお願いします。たくさんのいいねがあったら、他にも例えば鬼滅の刃の鬼の話とか、妖怪好きのおすすめのアニメとか紹介したいなと思っています。皆さんの国にはキュウビの狐の話やターボババアに似ている話はありますか？よかったらコメントで教えてください。このチャンネルではアニメや漫画について優しい日本語で話しています。皆さんがもっと日本語でアニメや漫画を楽しめるようにお手伝いができたら嬉しいです。それではまた。